はい、女神ターラからのメッセージ。今日はですね、これから地球で起こっていくことと、人間がね、次元上昇をする仕組み、はい、そして気になると思うんですけれども、では周りの人たちとどのように接していけばいいか、そんなお話がターラから降りてきているのでお伝えしていこうと思います。まず一つ目、今後の地球の発展についてですけれども、発展ということで、進化とか変容とか次元上昇とは違っていて、三次元的な見た目の発展についてのことですということです。それはですね、これから、後退しているんじゃないかなっていうことが起こるっていうふうにターラとか、高次元では見ているんですね。で、それはこれまでのような、今のような便利な社会、もう便利すぎる社会ではなくなるっていうことですっていうことです。すごくね、ここさらっと伝わってきてるんですけれども、言い方を変えるとね、複雑化したデータセンターがない世界がやってくるっていうことです。もう少し違う言い方をすると、人間社会がですね、データセンターをこれ以上存続したくないなというふうに集合意識のレベルで合意に至った時に、当たり前なんですがそうなりますよっていうことです。これはですね、データセンターを維持するために、例えば、気温の上昇が起こります。で、それとともに、冷房とかね、電力の使用制限も起こるわけです。で、もしかすると、飲み水のね、制限が必要になってくるっていうことになってきたならですね、多くの人々は自分たちの生活を圧迫されてまで、必要だとは思わなくなるんじゃないかな、思わなくなった時にそうなりますっていうことです。そうなった時ですね、当たり前なんですけれども、少し前の社会に戻るような感じになりますよっていうふうに伝えてくれていますね。例えば、インターネットが遅かった頃から、ちょっと早くなったなっていうふうに、それぐらいの時期になるかもしれませんし、もう少しね、AI があったかもしれないけれども、あんまり使われてなかったような、それくらいの頃に戻るような感じになるかもしれないってことですね。で、その時ですね、表面上は世の中が後退したように、思えると思います。ただこれは人類の進化の表れなんですよっていうことは覚えておいてくださいねっていうふうにターラは教えてくれています。人類のね、集合意識がこれはいらないですよっていうふうに合意した、決定した進化の表れですってことですね。二つ目ですけれども、では、人間がね、次元上昇をするためにはどのようなことが起こるのかについてですね。わかりやすく言いますと、周りの人や人々を足がかりにして、ある時には人を蹴り倒して、その反動で次元上昇するっていうことになります。で、これはですね、実際に、隣にいる人のね、肩に足を乗せるわけじゃないんですけれども、わかりやすく言うと、例えばですね、あなたが問題を持っているとします。で、その問題がね、すごく大きくて、周りの人々を巻き込んだ問題になってしまったとします。で、そうなると、あなたを含めたそこにいるね、人々の波動は下がっていきますよね。どうしようどうしようっていう、そういう波動が下がった状態の時に、あなたがね、その解決策を発見して、そしてそれによって解決されて、自分だけがふーっと波動が上がって上昇するっていう、そんな感じなんですよ。で、これは普通は見えないです。でも割と起こっています。
誰も気づかないレベルでこういうことが起こっているってことです。このですね、次元上昇の仕組みなんですけれども、この足がかりですよね。こう上昇するための足場というものがどうしても必要になってきます。で、これは本当にシンプルな物理学の仕組みでもありますということです。はい、そして3つ目なんですけれども、ではですね、そんなね、迷惑をかけるかもしれない周りの人たち、足場にしてしまうかもしれない人々と私たちはどのように向き合っていけばいいかについてお伝えしていこうと思います。で、一つ大前提としてなんですけれども、あなたのですね、次元上昇に協力してくれる人たち、協力してくれた人たち、これまでは近しかった家族とか友達とか親戚とか周りの人たちは、あなたがね、自分たちを利用して次元上昇しようとしていることに、高次元のレベルでは OK を出してくれているっていう大前提があります。つまりハイヤーセルフのレベルではもう了承済みっていうことがまずあります。この時点でちょっと安心していいですよね。だからそこで起きる出来事がね、どんなに嵐のような、凄まじいひどいことがあったとしても、例えばあなたが誰かにものすごくひどいことをされて、傷ついたように思えてもですよね。で、逆に、自分だけがね先に進んで周りの人たちを見捨てるように思えたとしても、あなたの周りの人たちは、その出来事へのね参加をもう根本的に OK しているっていう、そういう事実がある、そんな人たちなんですよっていうことです。例えばですね、あなたが誰かに傷つけられたとして、もうこんなひどいことはない、あの人たちは本当にひどいっていうふうに思いますよね、この次元では。ただ、あなたはそのね大変な出来事を通して気づきをね、一つも二つも10個も20個も得てですね、全く違う上昇した波動へと上がっていくわけですよね。で、その高い視点から見ると、あなたの全ての部分ではないにしろ、例えば背中のどこかとか、ハートの左隣とか、どこかの部分では、あれがあったからこうなれたなっていう、ありがとうっていう言葉が出てくる、そんなものですよっていうふうに言っています。またですね、逆に自分がね先に進んでしまう、自分だけが先に進んでしまうっていうことへの罪悪感ですよね。これまでの仲間とか身近な人々を見捨てるような気がする。ましてやですね、足場にして後ろ足で蹴って利用して去っていくんですよっていうふうに思ってしまう、申し訳ないなっていう気持ちが強い方には、全く別の次の事実を知ってくださいっていうふうにタラを教えてくれています。で、それは何かというと、あなたがね次元上昇のために、例えば友達の肩を足場にしたとします。そうするとですね、いつの日にかその友達も全く違うところで同じことを他の誰かにやるっていう可能性が出てくるってことなんです。で、これはあなたの次元上昇をもう直で感じ取ったからこそできることなんですよってことです。その時ね、あなたの友達はまさに直にスピリチュアリティの進化っていうのを体験してるんですよ。で、あなたがそうすることで友達にも進化の道を開くことができるんですよってことです。はい。4つ目はですね、続いて結論に入っていくんですけれども、ですから私たちは全く悪いと思うことなく、身近な大切な人たちを足場として利用して次元上昇を果たしていきましょうっていうことなんですよ。で、ここでですね、罪悪感が強すぎて足場でねぐずぐずしてたりもたもたしてたりすると、
足場になってくれてる人たちは、せっかくのスピリチュアリティの進化の素晴らしい体験の機会をちょっと損ねてしまうってことになりますよね。だから、ここではですね、躊躇なくっていうことがすごく大切になってきます。で、これはあなたがね、これまで最も苦手でやったことがないかもしれないです。自分のことだけを考えて周りの人を利用するっていう。ただこの局面ではやってくださいってことです。もう大前提 OK してもらえてるんだっていうことで、自分のね、正当な権利をここでは行使してくださいねっていうことですね。はい。では今日はタラからですね、これからの地球と、次元上昇の仕組み、そして、周りの人たちへの考え方についてメッセージが降りてきたのでお伝えしました。はい、今日はこんな感じです。どうもありがとうございます。